フェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。はい、ついに矯正装置がつきました。カラーゴムという派手な色のゴムで固定する方法を選びました。一番最初に歯医者さんに問い合わせをしてから、面談をして、レントゲンとか精密検査をして、その後それを診断してもらって、やるかやらないか決めて、ここに予約のカードがあるんだけど、それをチェックしてみると、その相談から装着までだいたい8回ぐらい通ったかな。8回ぐらい通って装着まで行きました。それは人によって親知らずを抜く人もいるだろうし、他の歯を抜く人もいるだろうけども、だいたい8回ぐらいで、週に1回行く人であれば約2ヶ月ぐらいで装着まで行くってことだよね。で、矯正歯科の場合、一般的な歯の治療とは全く別のラインで行うから、歯の治療は歯の治療で行う、矯正は矯正で行うってことなのね。僕がおすすめするのは、矯正し終わった後に歯がしっかり動き終わった後に歯の治療をすればいいと思います。年齢あるいは歯の動かしやすさによって人それぞれだと思いますけども、おそらく1年から長ければ2年ぐらいかかるかな。その間月に1度だけ微調整のために通院しますけども、あとは楽だと思います。僕の場合は海外で調整できるかどうかというのを最初にドクターに聞いてるんで、ドクターはおそらく紹介状を書けば海外でも調整できるって言ってたので、アメリカのドクターでも対応してくれると思います。その都度かかる診断料、診察料、調整料っていうのはもしかしたら国によって大きく異なる可能性もありますけども、紹介状書いてくれるって言って対応はしてくれるはずです。一番大きな問題になるのは、皆さんやっぱ抜歯、歯を抜くことかな。多くの場合親知らず、人によっては他の歯だけど、そのスケジュールとか、仕事してる人であれば顔が腫れた状態で仕事行く人もいるだろうし、親知らず抜くと抜歯と矯正のスケジュールが別々に走るので、そのタイミングとかスケジュールの調整が皆さんにとって難しいかもしれないですね。一番そこが問題になるんじゃないかなと。仕事してる人で、平日昼間使う人であればバンバン予約取れるから、これは車の運転免許とかのも同じだよね。どんどんスケジュール進んでいくけど、そのスケジュールの調整が難しいかもしれないですね。とにかく、僕の場合一番最初の面談、精密検査の結果の報告診断、その後、やるかやらないかっていういろんな説明、その後ちょっとずつ器具をセットしていくんだけど、そういうものを含めてだいたい8回通院してセットすることができました。ここまでのご報告です。週に1回通える人であれば週末だけ通って2ヶ月ぐらいでついちゃうってことだよね。だから、で、僕がやってるのはカラーゴム、歯とワイヤーを固定するためのゴムです。ワイヤーと歯を固定して引っ張り押したり下げたり上げたりするんだけど、それを接続するためにゴムを使ってます。カラーゴムで、おそらくこれをカラーゴムよりもワイヤーでつなぐことで弾性が弱くなるから、つまり引っ張る力が強くなるから、強く動かしたいとき、微調整したいとき、ゴムからワイヤーに変えるタイミングもあると思います。でも今は微調整というよりか大まかに粗く動かすタイミングなので、このゴムでも対応できる。僕はカラーゴムをつけてもらいました。というか、これがやりたかったんだよね。むしろ日々の笑顔に輝きが持てるよねって思ってる。最初はドクターはカラーゴムをつけることに乗り気じゃなかったのよ。なんでかっていうと、基本的にゴムっていうのは目立たない方がいいわけでしょ、歯の矯正って。だから透明のゴムとかそういったものを使う人が多いから、最後の最後まで当日まで、いやどうしましょうかみたいなこと言ってたから、いやカラーゴムにどうしてもしてくださいと、ピンク
にしてくださいって歯科助手さんがやってくれて、つけ終わって鏡見たらピンクとブルーの2色構成になってて、そこは歯科助手さんが私のセンスでやってみましたって言うのよ。さっきまでドクターは拒んでたのに、そこは主体性発揮するんだ。僕はむしろ評価したね、彼女のこと。突然彼女のこと好きになったね。ピンクピンクブルー、ピンクピンクブルーみたいな2色使ってるの超かっこいいよ。アクセサリーつけたみたいな感じで、よく言われる痛みっていうのはおそらく2種類あって、1つ目は金属が唇あるいは粘膜を摩擦して口内炎になってしまう痛み、これが1つで、もう1つは歯を動かそうとしてプレッシャーがかかることに対しての痛み、2種類あると思うんだけど、今のところどちらも僕はないかな。食べてて特に擦れて痛いっていうこともないし、プレッシャーが強すぎて痛いっていうことも今のところない。ただ動いている感覚はもうすでにあって、痛いとまでは言わないんだけど、なんていうのかな、ちょっとこう下向いて寝ちゃった時にずっと圧力枕から顔に受けちゃったみたいなぐらいのプレッシャー、それでこう目覚めた時にちょっとこう押されてたなみたいな、それぐらいの感覚。痛くはない、動き始めてるのは分かる。これは個人差があると思うから、僕は幸い痛みがない。上にワイヤー、下にワイヤー、中から外に向かって押し出すクワッドヘリックスっていう金属、全部で3種類中に入ってるので、僕の場合はそれも個人差があると思いますけど、こんだけ口の中に入れてるのにそんなに辛くないよ。ただ食べる時に慣れるまでは面倒くさいし、喋りもうまくいかないけど、この苦しみって大したことじゃないと思うんだよね。それを経て得られるものを考えれば、ぜひ皆さんもトライしてください。Why don't you buy my beautiful dragonfly? Don't be shy, baby. Come to the surface. Why don't you buy my beautiful dragonfly? Don't be shy, baby.